こんちは。4G ピアス取得の旅パート4始めてまいります。さあ、残るクエストは2つとなりました。県政と相談、見えてきましたよ。そうね、ようやくここまで来た。いや、来てしまった、かな。今回のお相手は極限上の団体だ。団体の闘技大会は早く終わる分、楽な傾向だが。もちろん一筋縄で行くはずもなく、このクエストは回復アイテムを一切所持していません。ではどうするのかというと、なんと極限生命だけで賄うことになっています。もうここまで来ると縛りの教養の極致だよ。何の目的でこんなもん作ったんだろうね。まあいい、早速始めていこうか。チャークのみクリア済みだから体験から順に行こう。体験はかのローグレギオンでの出撃となります。このクエ、武器だけは一丁前に強いものが揃います。ただスキルが回避や生存用のものが全てなので、武器種による相性差はかなり大きいです。体験のくせに回避に沈みの構成だよ。集中がないからダメ攻撃が恐ろしく使いづらい。ここはセオリーは無視して抜刀状態メインで行こう。どうせタイムを狙える武器ではないからな。このクエのタイム役はチャークになっています。その他の近接はとりあえずクリアだけ目指しましょう。なお、体験に合ってないスキル構成とは言いましたが、実は回避スキルがついてる分、かなり恵まれています。この回避構成は体験とチャークの2種のみだ。その他の武器種は体力や防御ダウン無効になってる。おそらくソロを考えて設定されたのだと思う。強武器2種が対象なのはまあ、嬉しいっちゃ嬉しい。このクエスト、武器種が全部強いんですよね。開発的にもこの縛りは重いんでしょう。幸い、ジョーの体力と攻撃力はかなり低めです。極限生命でなんとか対抗できる範囲になってます。それも剣士だけなんだけどね。それは後で伝えられると思うけど。剣士の場合、このクエの脅威は回復縛りではない。普通に退屈でストレスフルな点なんだよな。先ほどタイム狙い担当はチャークと言いましたね。チャークは確かに強くて楽しく遊べます。が、他の武器種はシンプルにチャークの介護感で、楽しめる要素がないんですよね。ここで極限の仕様がものすごく悪さしてんのよ。共通で足しか狙えなくなるからさ。リーチとか関係なく、みんなやること同じ。武器種分ける必要ねえじゃんこれ。そこにプラスして回復アイテムなしの縛り、プレイは慎重めにならざるを得ません。生存重視で足をひたすらチクチク、設定に反してものすごく地味なクエストです。体験片手総中魂はマジで消化試合だよ。やれることもやられることもない感じかな。これが一等クエでまだ良かったよ。これで複数等だったら退屈でハゲるぞ。極限上ってかなりおとなしめな極限モンスですが、それは高耳と耐震があってのことですね。このクエは耐震付きの武器種は1個もないです。これが結構終わってます。極限上って四股踏みだらけだからね。これにいちいち捕まるのがマジで鬱陶しい。その点、チャークは GP や回避で対処できるから、速くなるのも当然なんだよな。さて、ようやく解除できましたね。進撃の半分くらいまでかかりました。回避構成は段差が多い闘技場と相性が悪いです。段差に引っかかると無敵時間途切れるので。このクエでは100害あって一理なしだよな。普通のクエでも段差は邪魔なだけだが。そんで、解除した後は普通に上やればいいんだが、相変わらず回復なしなことには注意だな。体験は、ために極限生命が乗るとほぼ全開します。発生すると少し楽しい、かも。生命にはクールタイムがあるのですが、手数の少なさと噛み合ってると言えなくもないです。このクエだと全てを賄わないといけないからね。一撃の回復量が重要かもしれないな。極限生命は本来削りの対策として採用されるから、体験だと持て余すんだよな。手数武器だと TA でも採用されることがありますね。体験 TA の生命採用は見たことないです。当然、攻撃の方がタイム的には有利なので、ここでも 4G 体験の強力さが現れています。火力役かと思いきや生存面も強いからな。改めて恵まれすぎてるぜ。その後は特に何もなく安定して進んだ。腐っても体験、かなりやりやすい部類だな。体験とチャークは単純な武器スペックも抜けてます。G 級最終強化が出てきましたね。タイムは8分半で、ギリギリ A ランク圏内でした。詰めたら2番目に早いのはどれなんでしょう。どうでもいいさ。それじゃあ他の近接の処理しちゃおう。続いては片手剣だね。モータルハートはスキュラ系統の武器か。4の時はブラッディネルソードが強かったですが、G 級だと攻撃面がちょっと弱すぎますね。外進込みでも期待値は200台前半なので、体験チャークとの差がすごいです。ネギ武器は290か。それに比べるとパワー不足だな。でも、片手剣はかなり立ち回りやすい。睡眠を取れば安定して研ぐこともできるしね。言うても火力も十分出てくれますね。これも極めればソロ S 狙えるポテンシャルあります。一応続撃があるのでいつでも寝かせることが可能。体験チャークと組み合わせれば強そう。爆弾でも持ってりゃ完璧だったんだがな。このクエ、かなり体力低めだし。
ほい、片手も完了っと。まあまあかかったな。本当にその他近接は作業ですね。ある程度上に慣れてれば何も心配がありません。合流石や回復以外のアイテムはちゃんとしてるんで、思ったより困ること少ないですね。極限生命自体はちゃんと強いからな。本来は手数武器と相性いいし。よーし、次々、さっさと消化していこう。続いては総中魂になります。ガララの麻痺武器ですね。倍率220で会心もないので、片手よりさらに低火力。武器種自体が強いので普通に使えますけど。ただ、個人的には片手の方が好きだな。この武器、とにかく虫の性能が終わってる。スピードがクソ遅いし、もちろんエキス延長なんてなし。進撃の使いどころはかなり慎重にならんといけんね。スキルがかなり貧弱なのも苦しいです。切れ足があっという間に落ちます。青だと怒り中の胴体に弾かれるので、かなり上手くないとストレスやばいです。そのせいで麻痺もいまいち活かしづらいしな。蝶との相性自体はいいはずなのに。たださすがに極限解除はかなり早い。モーション値の暴力を感じるぜ。この武器も TA だとタイム出そうですね。さすがにチャークには及びませんが。その後は下りましたが普通に終わりました。途中エキス切れを起こしてしんどかったです。なぜか無理にノリを狙おうとしてね。進撃が切れて大変なことになった。そのせいでタイムかなり遅くなったね。石1個分くらい損してそう。ともあれこれで近接は全て終わりましたね。本当に何も味がしないクエストでした。その代わりというか、ラスト1武器が、とんでもなく濃厚な味わいとなってます。いやー怖いね。我々どうなっちゃうんだろう。はい、やってまいりました罰ゲームのコーナー。なんでマイクへ罰ゲーム枠あんだよ。しかも全部ガンナーなんですけど、どうにかしてほしいですね。ジョー君はナズチヘビーになります。武器は当然最終強化ですが、レギが良かった。この武器、一生産としてみてかなり微妙じゃね。装填数少ないし左右ブレあるし。でもってなぜか持たされなかった回避スキル。性能はともかく、距離がないのが致命的だ。もっと致命的なのがこの条件下で回復なし。こりゃ地獄が見れそうですよ。とにかくやってみますか。初見でクリアできるか、これまでで一番不安かも。このシリーズでは初見での感触を大事にしてる。これから挑戦する人の役に立てば嬉しいね。進撃を解いでいざ入場。なんとなく3段を想定してるぞ。4K の3段ってマジで何の印象もないんですけど、強いのかどうか全くわからず使ってます。確か以前ほど集団しなくなってるんですが、うまく足に入りますかね。立ち位置的には有効そうな雰囲気あるけどね。中途半端に距離開けるとまずそうだ。ヘビーにとっては、この段差もものすごく厄介な存在。一回よじ登るだけで命がけだぞ。極限中の動きには全くついていけません。とにかく、あらゆる行動の隙が大きすぎます。我々の中では、もう回避距離とイーラレギオンが前提。これ以外のヘビーを今更担ぐ気になりません。装填で足が止まるのに装填数少ないとな。3段4発ってライトみたいな数値だな。マジで適当に撃ってるけど効いてんのかなこれ。進撃なしでボコボコに跳ね返ってそうだ。弾丸は本来、剣士より極限と相性が悪いです。弾き部位はダメージ0プラス弾き返しがあります。これを武器やスキル、弾選びで解決するのが、このゲームの攻略だと思うんですが。そういうのを丸無視してんのが闘技大会だからね。そりゃガンナー全部つまんなくなるわな。少なくとも G 級闘技大会は全部罰ゲームだ。ピアス取得のハードルはここに集約されるね。後半のクエストは輪をかけて苦しくなってます。前回のディアライトから始まり。前回のプレイ時も相当絶望的でしたが、この上ヘビーのが比にならないほど難しいです。質の悪い難しさなのがとにかくしんどい。やってんのがただただ苦痛になるんだよな。やりたいことができない方向性なんだよね。やってて歯応えみたいなものは感じないわ。我々、極限上って結構評価高いんですけどね。武器資格差とか理不尽要素が少ないので。それがここまで苦痛になるのが逆にすごいです。なぜ闘技大会で極限が抜擢されたのか。こんな危険なもの闘技場に放つなって話だよな。ギルド側でなんとかしろよ。で、ここでようやく最初の極限解除か。2分近くかかったな。どっかで解除に3段が有効と見た気がしたんですが、相当我々の狙いが悪かったんでしょうね。解除後はスピードが落ちて高速攻撃の頻度が減ります。束の間の狩猟タイムです。まずは毒弾を当てて毒を取っていこう。蝶は毒ダメがかなり多めに設定されてる。毒弾12発で3回は毒が取れるはず。逆に1回でも取り損ねるとかなりぐだるぞ。毒弾レベルには1発あたり蓄積値50。蝶の耐性は初期100で上昇値がちょうど50ですね。最初の解除で1回取って、あとは側撃も駆使して入れていきましょう。毒を入れたら貫通を打っていこう。極限中は役に立たんし。怒り中の腹は玉肉質60としっかり通る。ここくらいしか弱点と呼べる部位はないけど。当てやすいけど相性は微妙ですね。噛みつきが当たらない距離からちゃんと通しましょう。
やっぱりブレズがかなり脅威ですね。状況次第でフレーム回避するしかなくなります。今のはたまたま成功したけど、こんなの何回もやるのは無理ゲーだね。かといって攻めないと時間厳しいしな。ヘビーの達人向きのクエストだぜ。ブレス以外にも噛みつきにタックルに、ある程度のフレーム回避は必須になるでしょう。そして、うまくさばけたら攻める姿勢を忘れずに、もたもたしてるとすぐ次の極限が来ます。ここ、2回目の毒狙おうとしてるがこれはミスだね。やるなら最初の毒終わりを狙わないとダメだった。ジョーの毒の持続は45秒だ。素早くいけば、最初の解除なら2回ダメージ取れるな。このミスは後々我々を苦しめることになります。お楽しみ、ではないか。はい、がっつり飛びまして、余裕の30分割突入をしております。都合3回目の極限かなこれは。ここら辺が一番苦しかったね。ちなみにここに来るまでに2つしてる。さらに麻痺も取れず、毒を1回無駄にしたぞ。この訓練は早めに毒を入れるようにして、3回分入らなかったらリタしていいと思います。物理弾で360ダメージ出るのに何分かかるのか、極限中のダメージ効率がとにかく終わってます。3弾が切れたら足に通常3を打つんだが、普通に肉質渋いからねここ。通常弾だと解除値も全然稼げない。このテイク、戦闘の大半が極限状態になってるよ。というより、足に通常3を当てるだけで難しいです。密着して打つのが理想ですが。車庫入れ等ですぐ距離が離れてしまうので、よく透かされます。だいぶ無駄弾も多くなってな。絶対もっと早く倒せてるなこれ。長弾もほぼ期待できなさそう。跳ねたところでどうせ効かねえし。ダメージゼロってのがやばいですよね。開発ラガンナー嫌いなんでしょうか。公式がインタビューでディスってたの掘り返すなって、4G の発売とも近いんだしさ。しかし、それを除いてもひどい内容だったな。マジで何もかもうまくいかんかったわ。ここでも通常1までいってるし、ボルガン打ったら毎回通常1打ってませんか。毒と弾丸を無駄にしなければ足りたはず。ここはさすがにプレイスキルの問題ですね。もう途中から完全に心折れてたよね。生きたゾンビのような状態でプレイしてたよ。こういうの久々だな。いや、味わいたくないんだけどさ。逆に言えば今後伸びしろがあるってことなんですが、少なくともこれは二度とやりたくないですね。なんとかクリアはできたようです。2オツ36分という満身創痍ぶり。マジで危なかった。本当にクリアできないかと思ったぜ。でかい反省としてはやっぱり毒だな。間違いなくあの1回がこのクエの鍵だ。とにかく今は超えられたのでよしとしましょう。爽快感みたいなものは一切ありませんが。それで、以上でジョーは全部クリアになったんですが、最後にチャークもちらっとお見せしますね。これがどんだけ抜けてるかってところね。おそらく G 級訓練で最もソロ S が楽なんじゃないかな。ソロ S のラインは5分以内の討伐だ。ヘビーの後じゃ考えられないよね。ゼロハリが出売るっていうのが信じられませんよね。ヘビーだけ別ゲーです。というか、チャークは撮影の予定なかったんですが、あまりにもヘビーで気分悪くなったので気晴らしです。ジョーのストレスをジョーで解消。せめてもの抵抗だね。冒頭にも言ったがチャークはかなり恵まれてる。武器は強いし、回避構成も体験より合ってるね。榴弾のおかげで極限解除も楽々。足肉質の微妙さも関係ありません。振動を GP で活用できるのもこのクエでは光ります。とにかく無駄な時間が発生しにくいです。石1個での解除もかなり余裕だ。相手のひるむ頻度も明らかに多いよね。唯一困るのは切れ味の維持が難しい点だが、困る頃には終わってたりするぞ。剣モード中はなるべくため2連と回転切り、ヒット数を抑える工夫がいりますね。剣モードでも全然強いので問題ありません。隙がない訓練です。正直、意識するのはこのくらいで OK。あとはアドリブでやってても S いけるぞ。ちょっと頑張れば3分前後はすぐに出そう。やり込みにもいいと思う。タイムを詰める遊びは純粋に面白そうです。各クエ1武器くらいはこれができます。さあ、そろそろ終わりそうですね。解放切りを意識して多めで言ってます。青まで行ってるしそろそろっぽいね。緑になっちゃうようなら、もうちょい練習が必要な証拠。はい終わり。そんなこと言いつつ、ギリ切れ味緑になってるわ。でも S ランクは取れました。これ1テイク目ですからね。ヘビーとの恐ろしい落差が伝わるでしょうか。ソロだとほんと印象がまるで違います。ソロとマルチ用で分けてんだろうけどね。にしてもあのヘビーは何用なんだろうか。超絶お手軽 S ランク。いい口直しになったわ。ということで極限上討伐でした。ギルカの履歴、チャークだらけで意味ないっすね。以前サブデータを連れてコイン集めした時のものだが、周回の適当なタイムですらこれ。とにかくこの闘技大会はヘビーをどうするか、それだけ考えるクエストだ。しんどいので体調が良い日にプレイすることを推奨します。ストレスでメンタル壊さないようにしましょう。
実際のところはとにかく毒入れを意識すれば、30分以内には終わるんじゃないかと思います。数オツくらいなら気にならんからな。9オツシステムが初めてありがたいと感じたわ。さあ、いよいよ次回でこの企画も最後。あのクエストが待ってるぞ。いよいよ来ますね。もちろん罰ゲーム枠ありますんでお楽しみに。ほいじゃ、次の動画で。またね。